こんにちは。今日はかわいい透かし編みのバッグを作っていきます。これからの季節にぴったりです。今回私はこのポリプロピレンの糸を使って編んでいきますが、綿 100% の糸を使ってもとても可愛く出来上がります。お好きな糸で作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのマクラメヤンのローズピンク細いもの 30g で38メートル、使用かぎ針の目安は5号。これを今回私は7号で編んでいきます。この糸はとてもしっかりとしていて、太さはだいたい 1.5 ミリぐらい。材質はポリプロピレン。あとはマーカーととじ針を使います。この糸は先端が少しほどけるので、後でライターを使って溶かすとほどけにくくなります。ライターも用意します。まず鎖を編みます。この鎖の長さがバッグの横幅になります。鎖の数は13プラス7の倍数にします。鎖編みをします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1周目は細編みをしていきます。まず細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で、同じところにもう一つ。これで一つに二つ。次から一つに一つずつ。次も。次も。このまま一つに一つずつ、この端の手前まで編んでいきます。端まで編んできました。これが最後の鎖。ここには細編みを3つ。まず1つ目。細編み。次は2つ目。この2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せておきます。この状態で2つ目。次は3つ目。同じところに、この糸端を今度は上を通って手前。これで1つに3つカーブができました。次から1つに1つずつ。まずこの3つ入れた隣。この糸端は編みくるんでいきます。次も。このままスタートしたところのここぐらいまで編んでいきます。一周してスタートしたところまで戻ってきました。最後はこの最初の細編みの入っているところ、この鎖に最後の細編み。今ここまで細編みをしました。この端の鎖に細編み1つ。1つ目の細編みに引き抜きます。これで端の鎖に細編み3つになりました。こっちと同じ。これで底が出来上がりました。側面も細編みをしていきます。まず
鎖1つ、根元に細編み。これが1つ目の細編み。次も細編み。次も全部一つに一つの細編みをしていきます。このままこのカーブのところでも一つに一つ、このままスタートしたところまで戻ってきます。一周してスタートしたところまで戻ってきました。これが最後の細編み。ここは引き抜いた糸、ここには編まずに一つ目の細編みに引き抜きます。2本の糸の下で引き抜いてつながりました。同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編みで、次からも全部一つに一つずつ、一つに一つの細編みで一周します。ここまで編んでいきます。で、最後に引き抜いて今までと同じ、これを繰り返してしばらく編んでいきます。12センチ編んできました。長さはだいたい 6.5 センチ。次は花模様を作っていきます。まず鎖3つ、1、2、3、隣に長編み。で、次から花びらを作っていきます。まず鎖2つ、1、2で、長編みのすぐ隣、ここに未完成の長編み2つ。未完成の長編みは長編みの途中、絡めて隣、糸を出して2本から引き抜きます。これで未完成の長編み1つ、もう一度同じように絡めて、この2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。これで玉編み1つ、鎖1つ、また玉編みをします。足元1、2、3、4、ここに未完成の長編み2つ、1、2、3、4、糸を出してもう一度同じところ引き抜いて、一度に引き抜いて玉編み、鎖1、2で、この長編みのすぐ隣に長編み、もう一つ隣に長編みで、こんな感じになりました。これを繰り返していきます。また花びら、鎖2つで、隣未完成の長編み、一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、また玉編み、1、2、3、4、引き抜いて玉編み2つ、鎖2つ、長編み、もう一つ、これを繰り返していきます。次また花びら、
2鎖1つ12345鎖2つで長編み鎖12345鎖で長編みこれで一周します。花びら編んで一周しました。これが最後の花びら。最後は鎖1、2、最初の鎖1、2、3、上が2本で下は1本の1。これで引き抜いて花模様の1周目が終わりました。次は細編み。鎖1つ。まず鎖の根元。細編み1つ。次は長編みの上。これが2つ目。次は鎖の下。鎖の下に細編み2つ。1、2、1、2。次は花びらの真ん中。細編み1つ。次また鎖の下。1、2。こんな感じになります。長編みの上に1つずつ。また鎖の下。1、2。花びらの真ん中。鎖の下。長編みの上。また同じ。1、2、真ん中。1、2。これで一周します。糸が短くなったら新しい糸に変えます。今、細編みを編んでいます。次も細編みで、この細編みの途中で糸を変えます。でこの糸ではなくて、新しい糸で引き抜きます。でこれで糸が変わりました。でこの今回の糸は、スルスルほどけやすいので、裏で結んでおこうと思います。このまま細編みを続けます。次はこの時この糸端を編みくるんでいきます。この糸端が完全に隠れていたら大丈夫なんですが、少し出ていたらこれをこのライターで溶かしておくと安心です。ちょっと引っ張ってこれを
内側に入りました。このまま細編みを続けます。こっちの糸端も針で隠していきます。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は上の花びら、鎖3つ、隣に長編み、また未完成の長編み、今度はこの細編み1、2、3、この真ん中に未完成の長編み絡めて1、2、3、これで2本一度に引き抜いて玉編み、花びらができました。鎖3つ、3、また同じところ、これで玉編み2つ、これで花が出来上がりました。この長編みの上に長編み、これを繰り返していきます。また真ん中1、2、3、鎖3つで同じところ、でまた長編みの上、真ん中1、2、3、これで一周します。花びらを編んで一周しました。最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜いて、また細編みを編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの長編みの上で、次はここに1つ、ここに3つ、ここに1つ、まずこの花びらの上、細編み1つ、次は3つ、1、2、3、次は花びらの上で、また長編みの上、花びらの上、鎖の下、1、2、3、花びらの上、こんな感じになります。また長編みの上、1、2、3、花びらの上、
これで一周します。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。次も細編み、鎖一つ、根元に細編み、全部一つに一つの細編みをしていきます。まず隣、次もこのまま細編みを続けて一つ目の細編みに引き抜きます。この細編みを3周編んで、次に花模様、また細編みを3周編んで花模様、これを繰り返していきます。26センチ編んできました。花の数を数えると1、2、3、4、半分。この長さを調節するために、私はこの花を半分にしました。この上の部分、最後は細編み2周。これで好みの長さになったら、次はストラップを作っていきます。ストラップを作る位置にマーカーをつけます。まず整えて、脇にマーカーをつけます。細編みの数を数えて同じ数になるようにします。次に同じ幅でマーカーをつけます。私は中央を 2.5 センチぐらいにしました。で、脇は8センチぐらい。こっちも同じ。細編みの数を数えて同じ数にします。で、次はこの脇につけたマーカーは必要がなくなるので外しておきます。糸が出ているところから続けて細編みをします。根元に細編み、これが一つ目。次も細編み、また一つに一つずつ細編みをしていきます。で、今の状態を上から見ると、ここが一つ目のマーカー、二つ目、三つ目、四つ目。この一つ目の手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編み。次から鎖編み。まず一つ目。この一つ目の鎖の後ろにマーカーをつけておきます。この裏の盛り上がっているところ。次は二つ目。三つ目、四つ目と編んでいきます。この鎖はきつくしないで編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖を45センチ編んできました。鎖の数は74。これはお好みの長さにします。私はこれぐらいの長さにします。これは使うときにはもう少し伸びるので、この状態で合わせてみると合わせやすいと思います。鎖がねじれていないか確かめます。マーカーのところにつなぎます。この最後の鎖、ここにまたマーカーをつけます。この鎖の裏、これで最後の鎖。で、この2つ目のマーカーのところにつなぎます。で、つなぐときにはこっちが鎖、長い糸、マーカー、このまま手前から向こう細編みでつながりました。
次から普通の細編み、一つに一つの普通の細編み、このまま反対側までここまで編んで、これが3つ目、鎖を編んで4つ目で、スタートしたところ、ここで引き抜いて鎖1つで、この1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。2本目の鎖も編んできました。今1つ目のマーカーの手前、足元を見ると普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、次は鎖、こことここで2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はここからこのマーカーをつけた1つ目の鎖で一度に引き抜きます。まずここ糸を出して、次はこの1つ目の鎖、このマーカーをつけたところ、糸を出してこの3本を一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ、この裏の少し糸が盛り上がっているところ、ここに細編み、次もこの糸が盛り上がっているところ、このまま一つに一つの細編みをしていきます。で、この2つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの糸を引き抜いたところ、ここにもう一度マーカーをつけておきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またここで鎖、ここから糸を出して、次はここからこことここを一度に引き抜きます。まずこのマーカーをつけた最後の鎖、ここから糸を出して、次はここ糸を出して一度に引き抜いてカーブができました。次からまた一つに一つずつ普通の細編み、で今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。でまた細編みを続けて、こっちでも同じ、ここから糸を出して、次はこの鎖マーカーをつけたところ、ここから糸を出して一度に引き抜きます。で細編みをして、ここでもこのマーカーをつけた鎖、それとここで一度に引き抜きます。スタートしたところまで編んでいきます。鎖の上に細編みをしてきました。一つ目の細編みに引き抜きます。最後も細編みをしていきます。まず鎖一つ、根元に細編み、ただここではなくてその下、この細編みの入っているところ、同じところに細編みをします。これで少し大きな細編みになりました。次もここではなくてここ、次もこのまま一つ目のマーカーのところまで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーのところはスキップします。なのでここには細編み、
こはスキップして、次ここに細編み。この時はこちら側が2本、この状態で細編み、こんな形になります。次はこの細編みの下、次はここ、これでずっと編んでいきます。こちら側でもこのマーカーのところをスキップします。ここに細編み、次はここ、ここはスキップして、ここもスキップで、ここもスキップして、スタートしたところまで戻ってきます。2周目の細編みを編んできました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここで糸を切ります。鎖1つ編むようにして、少し長めに残して、これを引き締めます。方向を変えてしっかりと留めます。この糸端もこれで出来上がりました。物を入れた状態はこんな感じで少し長くなります。その状態でちょうどいいバランスにしました。しっかりとしていて使いやすくなっています。ストラップもしっかりとしています。サイズを測りました。上から下まで27センチ、横幅31センチ、ストラップは45センチ、使った糸の重さは 230g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。